僕は自分のことをすごくいいお父さんですごくいい夫だと思ってて、でその頃にすごく勉強していたのがそのニューエイジって言われるような分野で、クリスタルとかインディゴチルドレンとかライトワーカーとかそういうことにすごい熱心だった。その頃だから僕は自分のことをちょっと周りにいる人よりも優れた存在で、選ばれた存在で、周りの人にこうちょっと助けるために今ここにいるっていうふうに思ってた。でも実際どうだったかというと、僕は本当に無責任な父親で無責任な夫で浮気をしていたりとか、その頃の僕と舞子の関係は本当に最悪な状態で、いつも喧嘩をして、だから自分のまいたものを人は刈り取るっていう言葉の通りで、その後にその言葉通りになってしまって、妻は僕を捨てて離れていくことを考え出していて、私はジャズピアニストになろうと思ってた。有名なピアニストになればみんなに受け入れられると思ってた。自分に自信がなくて、いつもビールとタバコ吸わないと人と喋れなかった。私はいつも本当に人にどう思われてるかが気になってて、人にどう思われるか心配だった。けど人のことを本当に大事には思ってなかった。結婚して子供ができて本当に大変でした。毎日やりたいことをやれなくって、ピアノ練習したくてもできなくって、もうお母さんよりピアニストになりたかった。いろいろもがいてて、毎日やることばっかりやってて、夫にも不満が溜まってました。本当に毎日喧嘩ばっかりしてて、子供の前でも誰の前でも喧嘩をしてました。二人の関係は本当に壊れてた。私はもうダメだなと思った。もう離婚しようかなって思った。そして浮気をし始めました。その頃は生きるのが大変で、毎日が辛くて、結婚生活も終わりかけていて、その上舞子の家族は全員一致で僕との関係を続けるのに反対してた。その頃アルバイトからの帰り運転していて、耐えられなくなって、本当に神様いるんだったらもうどうしようもないから助けてほしいって大声で叫んで、その本気で叫んだその一言から何かが僕の人生で変わり始めて、神様の言葉、聖書バイブルを読むようになっていて、読んでいくうちに自分の知ったことを舞子にも伝えるようになっていった。数ヶ月半年近く後、もう一度許し合って夫婦をやっていこうっていうことを二人で決めて、今振り返るとすごくボロボロの状態にあった僕らの関係を神様が本当に直してくれて、どうしようもなかった僕を少しずつ変えていってくれて、今では3人の子供にも恵まれて、僕が何か頑張ったからこの家族を大事にする気持ちができたんじゃなくて、一方的に神様が自然に奥さんを大事にする気持ち、子供のことを見る思う気持ちを少しずつ与えてくれて、だから今こうして僕たちがここにいるのは本当に神様のおかげだけ。あとは神様は本当にいるんだよっていうことをみんなに伝えたい気持ちがあるから、音楽とかゴスペルのクラスとかジーザスのこと、神様のことを僕たちにできる形で伝えていっています。